追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第7話、小さな事件への介入。連日進化の研究に没頭するユーマだったが、その道中で突如予期せぬ事件に巻き込まれた。夕暮れの薄い光の中、市場での買い物を終えたユーマは宿へと急ぐ静かな路地を歩いていた。やめてくれ、それだけは勘弁してくれ。聞こえたのは張り裂けそうな叫び声。さっさと金を出せ。じじい。ユーマは足を止め、声のする方へ目をやった。薄暗い路地でおとりの年配の行商人は二人の男に囲まれているのが見えた。強盗か、いやただのチンピラかもしれない。いずれにせよ老人が困っているのは明らかだった。ユーマは物陰に身を細め、耳を澄ました。いいからよこせよ、頼む。これは家族を養うための大事な商売道具なんだ。うるせえ。ならこの荷車ごといただいてやる。男たちは行商人の荷車を乱暴に引きずり、勝手に中身を漁り始める。ユーマは短く息を吐いた。どうする？相手は2人。武器を持っている可能性もある。だが今の俺には進化した武器がある。試してみる価値はあるな。覚悟を決め、静かに腰の剣に手をかけた。おい、お前ら。ユーマは路地から姿を現し、ゆっくりと歩み寄った。なんだ、邪魔すんなよ。その鳩を離せ。わあ、寝言はよそで言え。ユーマは返答を無視し、無言で懐から月光の杖を取り出し、杖の先端に力を込める。なんだそりゃ。月光の籠、杖の先が淡い光を帯び、周囲を照らした。こいつただの旅人じゃねえぞ。男たちの視線が一瞬乱れた。その刹那、ユーマは氷剣を鋭く抜く放った。刃先から冷気が漏れ、周囲の空気が震える。ユーマは一歩踏み出し、試しに足元の小石を軽く切る。するとその表面が瞬時に凍った。魔法剣など野党たちが動揺した瞬間、ユーマは攻撃を仕掛けた。だが同時に野党の一人も短剣を振りかざし突進してきた。ユーマは左手にガンぜきたてを召喚。ゴツゴツした岩の盾が瞬時に出現し、甲高い金属音を響かせ短剣を受け止める。剥かれた男の腕が揺らぐ。その隙を突き、ユーマは氷剣を振り切った。刃先がかすめただけで男の腕に白い霜が広がった。冷えてー、こいつやべえ。もう一人が慌てて飛びかかる。ユーマは杖を高く掲げた。目を閉じてろ。杖先が閃光を放つ。路地は一瞬昼間のように照らされた。目がひるんだ。その瞬間、ユーマは氷剣の切っ先を突きつけた。まだやるか。悪意声に二人は顔を青ざめさせ、短剣を投げ捨てて後ずさった。忘れねえぞ。覚えてろ。捨て台詞を残して暗がりへ消えていった。助かった。本当にありがとう。行商人は深く頭を下げ、震える手でユーマの手を握った。危ないところでしたね。ユーマは氷剣を収め、安堵の息をついた。あんた冒険者なのかい？行商人は目を丸くして尋ねた。ああ、そんなとこかな。ユーマは肩をすくめて笑った。大したものはないが礼をさせてくれ。そう言って行商人は小さな袋を差し出した。開くと中には色鮮やかな加工品や香ばしい保存食が詰まっていた。これくらいしか渡せないが受け取ってくれ。これは助かる。ありがとう。ユーマが受け取ると、行商人は何度も感謝の言葉を繰り返した。君がいなかったら私はどうなっていたかわからなかった。本当にありがとう。ユーマは少し気恥ずかしそうに笑い、別れを告げた。宿に戻ると、ユーマはベッドに腰を下ろし、先ほどの出来事を思い返した。
硬質な岩石の層で覆われている。特性は物理的な打撃や衝撃を大幅に吸収し持ち主を守る。こいつのおかげで助かった。表面がほんのり温かい。まるで衝撃を吸収するために作られたかのような質感だ。そして月光の杖、月明かりの下で進化した杖、光源としても使えるし、戦闘で相手の視界を奪うこともできた。組み合わせ次第で戦い方はいくらでも広がる。そう考えると胸が熱くなった。そして何よりも最近知った嬉しい能力があった。それは進化させたアイテムなら自由に召喚できること。これが自信を与えてくれた。いける。次はもっとやれる。翌朝、ユーマが市場を歩いていると、昨日助けた行商人が声をかけてきた。おお、あんたか。昨日は本当に助かったよ。いいえ、大したことはしてないですよ。いやいや、とんでもない。あのままだったらどうなっていたか。よかったです。俺も試したいことがあったので、いい機会でした。すると行商人は周囲を見回し、少し声を細めた。しかし君は不思議な力を持っているようだな。ユーマは一瞬身構えた。なぜそう思うんです。その件どこかで見た気がするんだ。本当ですか。商人は顎に手を当て思案するように目を細めた。昨日の戦いを見て思ったんだが、あんたの持つ武具は明らかに普通じゃない。あの氷の剣なんて。まるでユーマは驚き、言葉を飲み込んだまま次の言葉をまた思い出した。あの遺跡だ。知り合いがそこで奇妙な武具を見つけたと言っていたんだ。奇妙な武具。そうさ。なんていうか自然と一体化したようなものだって言ってたな。例えば刀身が凍ったままの剣、炎をまとった槍、風の力を感じる弓。お前さんの剣とどこか雰囲気が似てるような気がする。ユーマの心臓が激しく高鳴った。確かにそれらの特徴は彼の進化させる武具と驚くほど酷使している。そんな遺跡があるんですか。もちろん私が直接言ったわけじゃないが、噂じゃその遺跡では不思議な現象がよく起こるらしい。虚構が突然変わったり、特定の場所にいると武器が勝手に変化することがあるとか。まあちょっと信じがたい話だけどな。もしその遺跡が進化の秘密に関わる場所だったとしたら、何かをつかめるかもしれない。どこにあるんですか。東に向かって3日ほど進んだ谷にある。だが簡単には近づけないそうだ。何せその周囲には奇妙な霧が立ち込めていて、方向感覚を狂わせされてしまうのだとか。言ったものが皆同じ場所をぐるぐる回る羽目になるらしい。行商人は苦笑しながら続けた。だからほとんどの人間は途中で引き返すんだ。でもたまに運よく突破する者がいる。そしてそういう連中が妙な武具を持ち帰ってくるってわけさ。ユーマは無意識に氷剣のように握りしめた。自然と一体化したような武器行く価値は十分にある。貴重な話をありがとうございます。そう告げると行商人は苦笑いしながら肩をすくめた。こっちこそ命拾いした例だよ。まあ行くなら気をつけな。戻ってこれないと笑い話にもならんからな。ユーマは軽くうなずきながら行商人と別れた。遺跡、武器が変化する。俺の知らない何かが隠されているのかもしれない。荷物をまとめながら胸の奥に静かな熱が燃え広がった。